はい、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日も、ライブ配信やっていきます。皆さん、今日もね、よろしくお願いいたします。本日は、夏季限定、渚のマーネード作戦、こちらの方をね、攻略していきたいと思います。そうですね、今日は全体的な流れとしては、最初に、ローソン白地にね、出撃してきましたので、そちらの、戦果報告をね、させていただければなと思っております。そして、今日の本題です。この渚のマーネード作戦ですね。出撃メンバーの紹介と攻略をしていきたいと思っております。はい、金谷さん、こんばんはです。今日もね、よろしくお願いします。雑談枠としては、今日は、徳型駆逐艦徳3型のね、紹介なども、交えながら番組の方をね、進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは始めていきましょう。カンコレ営業鎮守営業じゃないな運営鎮守府ローソンコラボキャンペーンの7月20日昨日からですねスタートしております。商品の方はね、前回もちょっと紹介したんですけども、なんかね、紹介ですねありましたので、最初にこちらの方を、ね、聞いていきましょう。ローソン提督さんユラのゆらゆらみかんサワー試していただけましたか？よかった。ユラのおすすめはこの便利なメスティン。カンムス公式ナプキーも好評受付中。提督さん、アウトドアライフもユラたちとご一緒にいかがですか？ねローソン提督さんユラのゆらゆらみかんサワー試していただけましたか？という感じでね、ゆらさん、今回新しい任務が追加されてましたけども、それでもゆらさんがね、抜擢されています。新しい商品も、追加されてますので、そちらの方をね、こちらはロッピーで限定でね、取得することができますので、いやー、多いですね。T シャツは、予想通りというかね、でもさすがにね、これだけ種類があると、どれを選んでいいのかちょっとわからないので、これに関してはもう皆さん自由にね、選んでください。ちょっとおすすめするところがちょっとわかりません。はい。そしてなぜか、アウトドアのね、商品が今回ラインナップされています。これは何かの影響を受けた可能性は否定できないですけども、
うん、結構物は良さそうなんですが、手元に来るのにね、だいぶ時間がかかるようなので、まあ気長にね待っていった方がいいのかなというふうに個人的には思っていたりもします。皆さんはね、この中で気に入った商品とかありますかね。そしてね、今回の、私の中では、こちらのほろ酔いボールチェーンマスコット2つ2種類ね、飛龍とゆらさんねいます。どうしようかな、これ2つとも買ってしまおうかなと思ってたりもします。こちらは後日また報告をしたいと思いますので、よろしくお願いします。これどっちも買っちゃうかな、これはな。あとは、ステンレスのマグカップ。これは再販商品もあったりするんで、もうすでに持ってる方もね、いらっしゃるんじゃないかと思います。お申し込みは6日で、宣伝はこのくらいにしておきましょう。はい。それではね、今回のローソン白紙に出演をしましたけども、取得した、商品のね、紹介をしたいと思います。それでは、今回の取得した商品はこちら。ツイッターでもね、ちょっと取得した商品に関してはもう紹介をしているので、もしかしたらもう知っていらっしゃる方は知っていらっしゃるとは思うんですけども、一応、改めて紹介させていただきます。一応近所のね、ローソンに行けそうだったのでね、一応、午前7時、これが商品の、陳列する、タイミングだったので、その時間に合わせて、行ってきました。最初にゲットしたのが、こちらの、金剛さんのね、ぬいぐるみになります。と、艦隊コレクションカンコレ、カンムスぬいぐるみ金剛お出かけモードとなっております。この商品、今夏なのにね、もう格好が春とか秋とかね、そんなちょっと寒い時の服装になってるんで、一つ、フロアさんではこの季節にこの格好はねっていうね、画像を上げてたので、リツイートしたりもしてみましたけども、これも大変よくできてるかなと思います。はい。そして次に紹介するのが、金剛さんの隣に載ってます、気はつきマスコット、サミエルの水着モードということで、これもねなぜか頭の上に、ちっちゃいクジラが乗ってると
そしてサングラスをしてたりとかね、かぶってる帽子もちゃんと紐付きになってるので結構細かいですよね。これは今の季節に沿った非常にいい商品かと思います。しまいますね。一応ね、店の人にちょっとお話を聞いたら、7時に出す予定だったんで、ちゃんと時間守ってたようで、正直助かった部分もありまして、もちろん私一番乗りではなかったです。先客の人もいらっしゃって、それ以外の商品、今もうちょっと説明するんですけど、もう半分以上なかったんですよね。もう始まったばっかりなのに、まだ1分か2分ぐらいなのに、全くもって半分しかないってどういうことかなと思ってたら、まだ残ってましたので、それを、ちゃんとゲットしてきた次第。そして下段の方ですね、トロフ型ミニマスコットの6種セット。今回これをゲットしたくて行ったようなもので、なかったらどうしようかなと思ったんですけど、数量何個あったか正直わからないんですけど、最後のね1セット残ってましたので、迷わず、カゴに入れました。これはね、やっぱり6体揃ってトロフ型ということで、私が買ったこの並び順でいくと、左からトロフ、佐渡、マッツは3番目。名前が出てこないぞ。やばいな。せっかく。はい。というふうにね、6体揃ってトロフ型。さて、これはどう活用したものか。考えましょう。何を言ってるか分からないな。はい、まだ続きます。はい、次が。続いて紹介するのが、こちらは、アクリルスタンドですね。総流バージョン。今回はA4 サイズということもあってだいぶ大きいです。A4 サイズです。本当にね。ちょっとまだ封を切ってない状態なので、こういうちょっとね、囲われた状態ですから、中身の方は、ネットの方でね、もう載ってる通りの状態だと思いますので、こちらも、以前も手に入れたアクリルよりもかなり大きめな状態なので、総流をね、どうしても手に入れたかったので、これもちょっと場所がね、場所だけに奥の方にあったので多分残ってたんですね。よかったです。ちゃんと、探ってね、ゲットできたので、これはもう私としては、ファインプレーかなというふうに思ってます。そして最後に、こんばんは。仕事から帰ってきました。イデアさん、こんばんはです。今日はね、ちょっとローソン白紙に出演してきましたので、
その戦果報告を今していたところです。今日もよろしくお願いします。そして最後に残っていた商品が、ヨナのメモ帳です。メモ帳とは言ってもこれ多分使うことはないだろうな。鑑賞用ですね。これはそうだな、確かあと2つほど残ってましたね。私買った時はまだあったんですけど、多分もうないでしょうね。ということで、合計すると、金額はもうすぐね出ちゃうんで、あまり言及はしませんけど、今回ちゃんと買えてよかったです。いつもは近くのローソンでこういう商品販売したりすることがねほとんどなかったので、ほぼ諦めてましたけど、今回は、車で15分くらいのところにねありましたのでゲットすることができました。いつもはゲットすることはできないんですけど、もしまた機会がありましたら、ゲットしていきたいなと思います。はい。ということで、ローソン会期の、戦果報告させていただきました。まだまだね、商品ありますけど、そちらの方はまた後日、ゆっくり取得していきたいと思います。特に飲み物に関しては、この時期なので多く取得をしてこようかなとは思ってますけど、まだその時ではないかもと思ってちょっと後回しにしちゃいました。はい、それでは今日の出撃の、内容からね簡単にご説明したいと思います。第7駆逐隊4隻または、白露型の海2ですね。この4隻を含む艦隊で夏の南西諸島防衛戦、東部オリョール海キス島沖のに複数回出撃、敵艦隊を捕捉撃滅せよということで、今回は第7駆逐隊かもしくは白露型のねこの海2の4隻他2隻をね自由枠として出撃をすることになります。今回の説明欄には書いていますけども、1の4南西諸島防衛戦は昨日クリアしております。残りの2の3東部オリオール海また来ましたね。これは本当に毎回、ほぼね間違いなくどっかに挟まってくる海域なんですけど、本当にここ多いですね。そして駆逐艦といえばキス島沖ということのこの2海域の攻略を各2回勝利で達成を目指していきたいと思います。あとはね出撃メンバーをただいまから紹介しますが、URL 貼ってます。また艦隊の編成ですね載せたりもしますので、よろしければ参考までにご確認いただければと思います。もちろん今紹介はします。いやしかしね今日も暑い日でしたが、明日も暑い日ということなので、いよいよオリンピックも明日、前夜祭ということで、いろいろイベントが盛りだくさんということですけども、
皆さん体調の方はね、十分気をつけてね、いきたいと思います。あと、鎮守府の今、私の方のね、こんな感じにしてますけど、前に紹介ありました、太郎と次郎、これを中心として、組んであります。皆さんの鎮守府はどんな執務室になっているのか興味がありますので、もしね、Twitter 等で、TM でも構いませんのでいただけましたら、楽しみに見たいと思いますので、一応よろしくお願いします。さあ、ここからは、出撃の方に入っていきましょう。はい、出撃メンバーの方は、軽順1、駆逐3、そして、水上規模艦という感じの編成になっております。機関の矢作は、このように、高標的と、水上爆撃と主砲ということでね、もう先制攻撃をしてもらうという立場になっております。第7駆逐隊のメンバーに関しては主砲と電弾装備ですね。若干補強増設の関係なんかもあって、あけぼのと牛尾は機銃を装備したりもしてるんですけども、それ以外はね、それ以外といってはあれですが、おぼろとさだなみに関してはちょっとまだ、強化の途中といった感じですね。鹿野屋さん、夏イベ、8月中旬以降だそうですね。なぜに開催期間を明言しないのやら。夏イベント8月中旬というね、情報ありがとうございます。すいません。私知りませんでした。多分ね、1ヶ月以内に来るんだろうとはちょっと予想はしてたんですけど、やっぱり8月っていうのが、いつも毎年あるんですけど、お盆の時期がね、あるので、それの前かその後でやるかっていうので、今までのイベントでも、お盆前に開催したっていうのもあるし、お盆期間中に開催してるのも確かあったはずなんで、調整次第でしょうね。早くやったら早くやったで、バグ祭りになるっていうね、ことも考えられますし、遅ければ遅ければ、それはそれだけどんどん、夏通り越して秋までね、イベントを引っ張るようなことになりかねないので、調整が難しいところではありますけど、いずれにしても、もう備蓄の方は始めていった方がいいですね。ただ、まだちょっと出撃の任務とか結構残ってるので、今私の鎮守府でもようやく、燃料と弾薬8万程度までは回復してますけども、今月はちょっと戦果もね、稼いでいきたいなというふうに考えてますので、もうちょっと備蓄の方はね、今月が終わってから本格的にしていきたいと思います。最低でも15万程度の燃料と弾薬は用意をして、バケツに関しても1500程度までは回復させておきたいと思ってます。一応予定です。はい。それでは、最初の出撃行ってみたいと思います。鹿野屋さん、お盆派、意図的に外すんじゃないかと思ってます。確か、以前お盆中のイベがサイバー攻撃食らってたので。そうなんですよね。
なんででしょうね。このゲーム、なぜかイベント始まるとね、サイバー攻撃入るんですよね。なんでかな。なぜかな。ということもね、あったりするので、やっぱり休み期間中は、ちょっとやりづらいなってところがね、ありますけど、開始さえしてしまえば、あとはなんとかなるということなので、その中旬っていうのがね、多分早めには、開始するんじゃないかとは思います。具体的な日にち、これはあくまで予想ですけども、土曜日、8月の14日か13日か、この辺りかな。とある国のとある対日記念日がその辺にありまして、本当にそれだけの情熱と労力をね、もっと違うベクトルに向けていただけると、いいんじゃないのかなと、個人的な感想です。はい。ということでイベントも近くなってきましたので、艦隊のね、強化のためにも、夏季限定の任務も攻略をしてね、いきましょう。ただね、このニノさんっていう海域、以前もお話ししましたけど、100% ルート固定がちょっとできない海域なので、2回 A 勝利取らなくちゃいけないんですけど、2回で終わるとはちょっと思ってないです。ここはしょうがないですね。はい、ということで、戦闘の方は始まりました。これに同時に、私の方でも、今回の、雑談ネタとして、特型駆逐艦特3型のね、話をちょっとしたりしていますので、軽く聞き流していただければと思います。特型駆逐艦のね、完成型ですね。言ってみれば、第6駆逐隊のことを指しています。合計でね、24隻建造された特型駆逐艦。初春は特型駆逐艦ではないんですけどもね。その最終型として進化を遂げたのが特3型の4隻、暁型と呼ばれています。性能の向上によってボイラーがね、今までの特型駆逐艦は全部で4機装備していたんですけど、3機でも同等の出力が出せるということになって、その減少したことによって様々な恩恵を受けることができるようになりました。ただ、その後でね、船体の脆弱性などがね、これは全ての艦隊に及ぼされた影響なので仕方ないんですけども、大改装が行われることになります。小改良を含めますと、特型駆逐艦は全部でね、
4つのタイプに分けることができます。最初のタイプ、こちらが、吹雪型と呼ばれている初期型ですね。あ、また初春ね。初春来るな。吹雪から磯波までの約9隻。この子たちが1型と呼ばれています。海1型と呼ばれているのが、1型と2型で予定されていた改良の一部を当てたものというね、ちょっとすごい微妙な言い回しなんですけども、これに該当するのが浦波になります。これは1隻だけということで、そして2型、これは改良型と呼ばれるもので10隻、今回の出撃メンバーであります第7駆逐隊のも含まれる10隻、綾波から牛尾までの、別名綾波型と呼ばれている、特型駆逐艦、そして最後に登場するのが3型、最終型の4隻、暁から稲積までの暁型。ただこれらの艦型はね、およそ同一であるということで、基本計画番号も F43 ということで同一になっております。今回はその中でも特にね、大胆な設計変更が試みられたシルエットも最も大きな変化をしたこの特3型を紹介ということになります。最初にも紹介しましたけども、ボイラーがね、性能向上によって、通常4機が必要だったものが3機に減らすことができたということで、その空いたスペースをいろいろな部分でね、活用して、建造が進められました。はい。ムツキ、張り切って参りましょう。はい。これで、ボス前まで来たので、いけるかな？いけるよね。いけるよね。いけるよね。あ、いけましたね。最初のボス戦になります。みんな頑張ってきてね。それで、大きな変更点としましては、鹿野屋さん、やっぱ、このメンバーって、水着グラフィックにちなんでの選出でしょうね。こういったミーム派今回が初だと思いますが。そうなんですね。今回、白露型駆逐艦と第7駆逐隊とっていうことで、もう完璧グループ分けされてましたので、であれば、好きな方でね、攻略するのが楽しいんじゃないかと、私個人的には思いましたのでね。ここはもう、好みで攻略するのが楽しいと思います。おーっと、派手にやられちゃったな。戦闘の方はこれで終了ですね。それで、紹介の方はですね、新機構の代表格はね、空気予熱装置。これはボイラーの排ガスを使って、9機の予定予熱はね、現代では当然の技術なんですけど、当時はまだ外部から取り入れた空気をそのままボイラーに取り込むのが一般的だったので、
燃焼効率がすこぶる悪いというね、ことをしていたわけなんですけども、そこを、特に新潟柄はさざ波からですね。鹿野屋さん、あ、確ひゃっか、は音声チームだと NG ですよね。うちは白くいうチームでクリアしました。そうです。これ、混成チームはNG なので、ちゃんと、この第7駆逐隊にするか、白露型にするか、ちゃんと選ばないといけないというね。結構そこは気をつけた方がいいです。はい、なのでね、この空気予熱装置というのが、このさざ波からね、実装されたわけなんですけども、その結果が良好だったので、その後の、艦隊建造のする際には、新規建造艦に対しては直ちに採用して、既存艦も機会があれば、追加装備をするといったような、改良をされています。3型が予熱装置を採用したところ、ボイラーは単純に追加するのではなくて、ボイラーを3機で5万馬力を発揮する見込みとして1機を省くような設計をすることになりました。燃費については、全力で出撃をしたときは燃料消費量が 14% 減少、航続距離も 7% 増加したと言われていますが、基準速力約14ノットの部分では燃費の向上はするほどなかったらしくて、調子の良い時の1型や2型に比べても特に変わり映えがしなかったということではありますけども、それでもきちんとした、性能を発揮していたわけですよね。はい。ということで2回目、オリオール会いきましょう。はい。ボイラーの1機あたりの出力は 12,500 馬力から 16,700 馬力に向上。次の、初春型のような蒸気温度、圧力の上昇は行われてはいないそうです。ここら辺はちょっと技術的な話なので、このぐらいにしておきます。やっぱりね、この空気予熱装置というのがね、強力な、技術なようで、重量的には1ボイラーあたり5トンばかり増えたんですけども、そもそもボイラーのね、1機あたりの重さが50トン近くもあったわけですから、3機入れても15トン。それを50トンから引けば差し引き35トンね、軽量化になったわけなので、これはもう単純に、大幅な強化をすることができる要因の一つとなりました。なので、一番艦があった空間がね、大きく空いたことによって、特型駆逐艦で改善が望まれていた航続距離を伸ばすために、燃料庫に転用されたとされています。ただ、資料の上では搭載燃料数がね、475トンと2型と同じの値だったので、実際にはどうだったかちょっと分かってないんですね。ですから、2型と3型の違いのね、そういったきちんとした、歴史的な資料が今後発見されれば、このボイラー、空いた部分を何に使っていたかということがね、はっきりするんですけど、4隻ともね、響きは残ったけど、みんな残らなかったからね、ここはわからないんですよね。
そして、このボイラーが減ったことによって煙突のサイズが影響を及ぼしまして、ボイラー2基分の排煙を担っていた全部煙突の太さが半分になったということで、後部煙突は従来通りのボイラー2基に担当したまま、3型が全部煙突が細く、後部の煙突が太いといったね、これもそういった現象が起こしたユニークなシルエットで大きな判別点となっています。そしてね、ここからはね、紹介するのが環境部分のお話になるんですけど、1型の時には羅針盤環境の上に露天の射撃式所と測距機があったに過ぎなかったわけなんですが、2型、綾波型になると射撃式所の後背に包囲板照準装置を収めた射撃塔が設けられているんですね。ですからだんだん装置がね上乗せされていってるんですね。特に2型では放線能力の向上を狙った機能の拡大と装備の追加が行われてきましたが、3型に至っては今度はね、魚雷戦の機能も向上させようということで、羅針盤環境の後ろにあった発令所も独立させて、魚雷発射式所というのを新たに新設ということで、どんどん指揮官というかね、命令系統が増えていくということで、面白いですよね。最初は砲撃戦だけ考えられていた環境が、徐々に指揮所が増えて、最後は魚雷の指揮所までね、増えていくということで、これもひな壇式に増えていってしまいましたので、1型から見ると3型の環境というのはもう当然大きく見えるというのは、そういった現象があったためです。ただこれが全ていいことになるわけではなくて、上部構造物が重量が重くなるのと、風圧面積の増加にも直結しますから、速力のね関係なんかも悪化するというね。ただ、これらのね装備を搭載することによって間違いなく戦闘能力は向上したというふうに思われます。特に2型の綾波型のね多くの特型駆逐艦は野戦でおいてね活躍を十分見せていますので、そういった改良もね、こういったちっちゃなと言いますけど、やっぱこういった式場の追加というのは大きかったんじゃないかなというふうに思いますね。昭和7年11月まで末に竣工した3型の1番艦暁の降止排水量は2型とほぼ同等の約2000トン、速力は5万馬力で 36.4 ノットというのが公式記録になっております。この矢作が艦隊で一番なの？そうね。意外と嬉しいものね。ということでね、戦闘の方は無事に終わったのかな？終わったな。ひゃっはー。いやー、ジュニオさん、さっきから2回来てくれてて、正直嬉しいです。というのもね、今日、ある装備をね、回収しようと思っているんですけど、その装備の回収する素材がね、もう枯渇してましたので、ジュニオさんが来てくれたおかげでその装備が少し潤って嬉しい。なかなか開発するとね、装備出てきてくれないので、
これでニノさん、お料理会の出撃が完了したと思います。ちょっと確認しましょう。はい、これは、デイリー任務ですね。はい、現状の進捗状況は 80% ということですので、あと、キス島の出撃が完了すれば任務達成になります。よいしょ。夏は丹念にいい季節ね。結構ダメージ受けちゃってるけど、でも本番は、これからだからね、これから。せっかくの水着が。大丈夫。お風呂入れば治ります。なんと、水着の心配をする。これは、今だからこそのセリフなのかなと思ったら、さざ波は飯馬でしたね。中大破してればいいのかな。よし。はい。では続いて、キス島に行きたいと思います。メンバーの方は、日清に代わってタシュケントが入っているというだけではなくて、装備も変えていきます。キス島に関しては、前にも紹介したことあるんですけども、とにかく、艦隊の速度を、高めるということがね、一応攻略の肝になってますので、ちょっと補強増設、おぼろとさざ波はしてないので、手法を積むことがちょっとね、できないんですけど、その状態であっても、高速化にすることは、非常に有効な手段なので、高速プラスにね、していきます。なので、あけぼのと牛尾にはね、その分、ちょっとカバーしてもらわないといけなくなってきちゃうんで。いい感じかな。体操とか言って私の。いいか。向こう向いててよ。クソ提督。ね。こんな感じで、あけぼのもだいぶ、柔らかくなりましたね。いいですね。あとは、牛尾も。これが近代化か。少し自分に自信が持てるようになるといいなって。タシュケントだけは、高速じゃなくて最速になっちゃうんで、これは、特に意味はないんですけど、とにかく高速プラスになってさえいれば、一つ条件がクリアされます。あと、最低限、電炭を、3つか4つ以上持っていれば、最短ルートに行くらしいという話なので、こんな感じで行ってみたいと思います。いや、キス島は、とにかく道中を避ける、それがポイントですからね。それではまた雑談の方にちょっと移っていくんですけども、3型の暁型を除くイカズチ、響、稲妻の3隻は第6駆逐隊を編成。暁もその後編入されて、以後3型は4隻で行動をします。昭和12年には第2水雷戦隊、その後は第4水雷戦隊に所属。水雷戦隊の主力を担っていきます。若干航続力の不足や速力の低下にもかかわらず、朝潮型や影楼型の数がなかなか揃わないため、昭和14年まで他の特型駆逐艦ともに水雷戦隊の主力の座を占めていたのが、
特型駆逐艦ということになります。酸素魚雷の登場以降は、非搭載の特型駆逐艦の評価はやっぱり下がっていきます。鹿野屋さん、七雲白露型のように、海に実装が進むといいんですが。後半になってくるとね、それだけ買いに強力な状態になってくるので、多分来るとは思うんですけど、そこは期待をしてね、楽しみにしていきたいところですよ。それを言ったら大同駆逐隊もね、イカズシと稲妻いつになったら来るのかというところもね、すごい、気になるところではありますけども、戦いがね、昭和17年の後半から18年に差し掛かっては、ソロモンのね、戦いが激化して、もう前半では、新芸艦に華々しい活躍を続けていきますけども、その後は第一線から引いてはいきます。ただ、皆さんも知っての通り、ネズミ輸送任務とかね、非常に危険な任務を、繰り返した結果、駆逐艦が顕著に不足していくことになりまして、再び第一線で戦うことになり、酸素魚雷を搭載してまた戦い続けるということで、3型は戦中に徐々に数を減らし、最終的には響きだけが残ったということになります。3型は、ボイラーが3基になったため、その後の駆逐艦の標準的な機関構造である艦3、機械2の選別をつけたといったところが非常に大きなポイントです。特型の1番から2番艦では4艦でありましたが、艦室が3つしかない。2番艦と3番艦が同一区画にあった。本来ダメージコントロールなどを考えれば、1艦1室が望ましかったんですけども、前兆の兼ね合いでそこが果たせなかったということがちょっと残念なところですね。ただ、3型では1室だけが1艦にすることができたので、この部分は評価していいんじゃないかなと思います。でも今日はいただいておくわ。あなたが提督？はい。いいけど。ヒューガね。型戦艦2番艦ヒューガよ。一応覚えておいて。はい、ヒューガ師匠よろしく。艦隊全艦白地に帰投したわ。補給よろしく。待ってるわ。それでは続けて、攻略ねしていきたいと思います。やられちゃった。ごめん。少し休めばおぼろまたやれます。あとそうですね、機械室というのが、あるんですけども、そちらの方は単式のタービンのままで、構造の設計も差はありませんでした。特型駆逐艦の共通の特徴として、左右に機械はそれぞれ独立した区画に隔てられている点が挙げられます。これはダメージコントロールを考慮した設計でありましたが、浸水した際には傾斜を早めてしまうという欠点も指摘されて、初春型以降は中央隔壁に設けられない設計に改められました。3型の一艦一室方式と機械室の中央隔壁が共存する過渡期の設計でした。ということでね、まだまだ、この後続く、初春型、そして朝潮型、影色型と最終型になっていく、遊軍型ね。仕方ないわね。面白いわね。これら駆逐艦たちはみんな先代からの技術を受け継いで、さらには
それらの技術が、搭載できるときには活用してということでね、改良を重ねて、今この観光連の中でも活躍している、駆逐艦たちはね、みんなそういった共有した能力をね、発揮できているんじゃないかなというふうに思います。それでは2回目行ってみたいと思います。ちょっともうコンディション剥がれちゃったから大丈夫かな。軽巡矢作出撃します。あとは、あまりここは詳しくは、紹介はしませんが、特型駆逐艦の1型、吹雪型と3型、暁型の、改善点ですね。これはもう簡単にご紹介ということになりますが、改善点1番は、C 型砲に似た形状になった主砲。3型の主砲は2型と同じく B 型砲、広角射撃が可能なように胸角が最大75度までかかり、左右の方の胸角は独立したものでした。ただ、本艦の3型の性能改善工事の際には、工事後に C 型砲に似た形状となっています。C 型砲は朝潮型に装備されている最大仰角55度に抑えた弊社タイプでした。特型駆逐艦の2型3型で性能改善工事を受けたものは中身は B 型砲のままで、砲室形状だけは C 型に類似したものに変更されました。したがって構造的には最大仰角がかかる状態であったとされるそうです。何かなちょっとB 型砲なんだけど見た目は C 型砲だったというね、ちょっとよくわからない説明だったかとは思うんですけどね、なかなか難しいですね。今日はいただいておくわ。はい、そして改善点 ②、縮小された独特の構造となった環境後部。先ほどもちょっとね、話にありました、魚雷発射式場の追加によって、特型駆逐艦で最大のものとなった。もともと前後の長い形状をしていましたが、2つの式所と包囲板の縦の配置するために、さらに後方に伸ばされました。これは図でお見せできれば一番よくわかるんですけども、だんだんね、この、降車装置みたいな、式場がね、環境の上にこう、ひな壇式に追加されていったっていうことがね、挙げられます。ただ、初春型の改造後によって、またシンプルなね、形状に改正されていることになります。一点大きな相違点が、これは旗交番っていうのかな。通常は環境背部から張り出す構造であったが、3型の環境は羅針盤環境の上の後ろ半分が削除されたようになっている。だが、基部の長さは変わらず、基部の天井の旗交番は移設する形であった。羅針盤環境は同じ形だが、環境基部は後方に長い。他の駆逐艦に比べてバランスの欠いた特徴的な形となった。
図で見ればもっとわかりやすいんですけど、ちょっと言葉で説明するのは難しい部分でしたね。はい。まとめてしまうと、当初の環境は、それほど大きくはなかったんですけど、後期になってくると、その式場が増えましたので、環境構造がね、ちょっといびついに、ひな壇式に上に上にと上がっていったわけですね。でも今日はいただいておくわ。金剛お姉様の妹分、ヒエです。経験を積んで姉様に少しでも近づきたいです。ヒエ、よろしくね。艦隊、全艦白地に帰投したわ。という感じで、まだ、もう一つだけ残ってるので、話してしまいます。改善点が丸3番、後部煙突の周辺偽装の変更。3型の特徴は、艦の前半分に集中していますが、後ろ半分が3型における変更点として、後ろではないな、後部煙突付近の機銃台と内火艇の配置が挙げられます。機銃台は微式 12.7mm 機銃が装備され、2型では後部煙突前方の排気口の上部に設置されたのに対し、3型では後部煙突後方排気口より下に移設されています。7.5 メートルの内火艇の格納位置は左舷側のみに変更されており、後部煙突前方にあった格納位置が後部煙突横にずらされていると。また、後部の測距機も変更されており、機船長が2メートルから3メートルとされている。細かいところではあるんですけど、そういったちょこっとしたところなんですけどね、変更をされている。それ以外の基本的な魚雷発射管であったり、手法であったり、爆雷ですね。そういった装備は基本的には全く同じレイアウトになってますので、本当にね、細かいところを上げていったらキリはないんですけども、いろんなところがね、こうしたらいい、ああしたらいいっていうふうにいろいろ実験されてた、いいものにしようとしてね、頑張っていたんだと思います。なので、最後にまとめ、1型、2型、3型も、一応スペックの上では全て基準排水量が1680トン、全長が 118.5 メートル、最大出力が5万馬力、最大速力が38ノット、航続距離が14ノットで5000海里、12.7 センチ連装砲 ×3、61センチ3連装、発射管が3機、18本の魚雷搭載ということが、駆逐艦、特型駆逐艦の共通点となっております。はい、ということでね、任務の方も達成できたと思うので、確認していきたいと思います。はい。夏季限定渚のマーメイド作戦。ここはね、第7駆逐隊と、白髄型駆逐艦の艦に、どちらでもね、好きな方で攻略できるので、皆さん、ぜひ、攻略の方していきましょう。ここで微妙ですね。開発しないと高速修復剤ですけど、ここは、ちょっとバケツがね、ちょっと足りないんで、高速修復剤選んでいきます。ここは迷うな
まあ、勲章はまあ、それぞれ必要な方は選ばれることですし、補強増設もできれば欲しいけど、ここは、やっぱり、間宮でいこう。給料間でいきます。はい。燃料弾薬2000、高速修復剤8つ、そして、給料間をいただいて、新たな任務が、渚の司令な欧州作戦ということで、今度は、海外間のね、出番の任務が待っています。はい。はい。という感じで、今日の、出撃、そして、ローソン白地の紹介とさせていただきました。それでは今日の、最後ですね。いつもの、今日は何の日のコーナーを始めていきたいと思います。はい、それでは今日の、紹介するのはこちらになります。はい。本日の7月21日はですね、烏骨鶏の日となっております。烏骨鶏、ちょっと馴染みがね、ないかもしれないんですけど、こちらはですね、1942年、昭和17年の7月21日ですね。もうまさに、真っ只中のね、時に、大分、三重、広島などの主催地で国の天然記念物として指定されたんですね。これは、ビタミン、鉄分など栄養が豊富に含まれ、薬膳料理などにも使われる、種の保存と食文化を普及の目的として記念日とされています。ここで烏骨鶏について簡単に、名前は聞いたことあるけど、どんな鳥というふうに思われると思うんで、一応画像の方はね、こちらの方に今お出ししましたけども、ちょっとね、普通の鶏とは全く違う外観をしています。
烏骨鶏、鶏の品種名ですね。黒い骨ということを示す通り、皮膚や内臓、骨に至るまでなんか真っ黒なんだそうですね。今は映ってるのはね、白いんですけど、これ黒いのもいるそうで、成長でもひよこ同様の、こういった、毛並みになっているそうです。なので、一般的な鶏のみならず、鳥類全体から見てもね、ちょっとこの外観的特徴から、中国とかね、他のところでは、霊長として扱われ、よく言われますね、不老不死。そういった歴史があったりします。ただね、これは全く根拠がないというわけではなくて、きちんとした、科学的根拠に基づいて調べた結果、優れた、栄養素があり、なおかつ美味しいと。卵が貴重だってこと走ってました。うてやさん、博学ですね。私、全く知りませんでした。今ね、紹介あった通りにですね、一般的な、鶏肉に比較しても、当然、高値で取引されているのは当然なんですけども、卵がね、非常に人気が高くて、週に1個程度しか産まないそうなんですね。なので、数が圧倒的に足りないと。ですから、普段、一般的に流通してないんじゃないかなと。多分ですけど、くぐれば出てくるんでしょうけどもね。専門店とかでしかちょっと味わえることができないと予想されます。後で調べてみよう。ということで、本日はね、7月21日、烏骨鶏の日ということで紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ちょうどね、その天然記念物になったというのが、1942年ということがあったので、ちょっと選んでみました。はい、ということで今日もね、途中から見て来られた方も、最初からね、見て来られた方も、本当にお疲れ様でした。多聞丸のカンコレ多聞丸です。いつもこんな感じでね、その時々の、出来事とかを取り上げてみたり、出演期任務ですね。これを攻略してみたり、今日の、記念日とかもね、入れてみたりといったような番組構成でやらせていただいております。イベントも、あと、早ければ一月後お疲れ様でした。だと思われます。まだまだ、攻略するべき任務はたくさんありますので、いでやさん、お疲れ様でした。またね、次回も、できる限り早く、配信をしていきたいと思っておりますので、ぜひね、少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価の方とよろしくお願いします。はい。それでは、今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さん、オリンピックも始まりますね。体調には十分気をつけて、一日一日元気に過ごしていきましょう。それでは、失礼いたします。じゃあね。